皆さんこんにちは、上岡夫婦です。今回は初めてのコラボ動画です。プロの大工さん兼 YouTube でご活躍されている方をお呼びして、今の私たちの悩みを聞いてみました。おはようございます。おはようございます。解体を進めていっておりますが、今後のことでいろいろとどうしたらいいかわからんところがたくさんあるよね。そうだね、私たちじゃちょっと判断つかないようなことも出てきたので、どうしようかなと悩んでいたところだったんですけど、なんとね、とある方に連絡を取りまして、OK をいただきまして、今日来ていただけることになりました。ご自身で YouTube チャンネルも持たれていて、プロの大工さんなんですよね。で、私たちがもうこの家に来る前からずっとその YouTube チャンネル実は見させてもらってて。そうなんですこの部屋とか、他の部屋でもその方の動画を見て、勉強させてもらったものはたくさんある、特にこの寝室なんかはもう天井とか窓とかめちゃめちゃ勉強させてもらった。で、その方にね、ちょっとたまたまご縁があって連絡をすることになりまして、ちょっと相談してみたところ、ちょっと我が家に来ていただけるということになりまして、古民家とかもね、自分で直されたりもしてますし、もちろん大工さんなので住宅とかバリバリやられてる方なので、私たちとはもう全然レベルの違うプロの方ですから、ちょっといろいろとね、アドバイスをいただきたいなと、思って、ちょっと今日はすごい楽しみだね。楽しみ。もうすぐ多分ね来る予定なので、ちょっとお出迎えして、じゃあ相談をしていきましょうか。今回来ていただいた方は大統領マサ&マーさんを運営されている大工のマーさんです。プロの大工さんでありながら陶芸家としての顔もお持ちで、 YouTube も複数運営されているとてもすごい方です。まだ見たことない方は概要欄からチェックしてみてください。これを例えばこれにこう1本入れて、向こうまで入れて、そこの塚を受けてしまったら見切らんことはないよね。これもちょっと厳しいですか？これも取るの。これや。これはちょっと、これが一番きついかな。ちょっとだから細いな、上になる。この柱は抜ける。わかりました。で、はいなんてかな、あれの下にほんと2メーターを向こうまで通して、受けてしまうかな。こんな感じで、そこに1本入れて、その上に乗せる。そしたらこれは抜けると。なるほど。でもこれは抜かんといてほしい。見えないと思う。この柱に沿わせてこう針が乗るような形につける。多分ね、針を書き込んだら書き込む難しいだろうし、余計にケストの書かなあかんから。取ってどんつけして下に真柱を受けるって感じ。なるほどなるほど。でもうこっちからボルトで抜いてしまったら、でちょうど下場でずっと向こうまで行って、で向こうは向こうでまた受けたらいいし、すごい吹いてくるんやけどね、後に。これが一番考えなかった。ちょっとほら書き込んでほどつけてっていうのはあるけど、何しないかってしまっている。そしたらこの針は受けれるんだな。なるほど。これも見えないと思う。別に私はいいけどな、あそこっても。あそこ、真ん中さえ抜ければ。あそこは一番邪魔やね。ここの柱とここの柱の間のこの下やな。この下に針を入れて、この柱を抜くっていう。ここは抜けるってことで。古い家さかい5メーターとか振り離しはせえへん方がいいし、できるだけ3メーターぐらいか4メーターぐらい止めといた方がいいと思う。抜けるとしてもその間1本抜いて、そこを針で補強して。そう抜けてしまう。
その抜く時ってやっぱりこうちょっとジャッキとかそうそうそう、使ってここなんか木で入れとったらあー多分屋根軽いからはいそんなに瓦乗ってるけど普通の車のジャッキでも上がるぐらいなるほどなるほど、下の下とかやからガーッと上げていくはいはいはいいやもうちょっと2さえ抜けてしまったらうちょっとん浮くからもうちょっと浮くと思うからへえ全然浮くと思うほんじゃらもう切ってポンと見たなるほど光抜いてる顔じゃないいや、結構光はいっぱい漏れてますねそうやんな光漏れてる場所がいっぱいあるんですよそれも直さんとね。雨が僕ら1年半ここ住んでてこっちとかは今のところそんな山盛りって山盛りになったことはないんですけど唯一怪しいのがここだったんですよなんか白くなってるんでああなってるはいここが唯一なんかポタ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 言っとまあでも下まで全然落ちてこなくて本当に漏れてるのかどうか僕らも確認できなかった土で止まってんねんあー泥みたいになって土で止まって泥が流れてまたそれが固まってまた防水になったりするしは結構しつこく出る時もあるんで僕のところの空き家もこんなんやここだけじゃなくてこう白くなってるところとか穴が開いてるところっていうのが、改めて見ると結構あってこういうのも正直ここだけを何か例えばコーキングによって補修するとかでいけるものなのか屋根に登って屋根の空いてるところをちょっとしっくり抜けていくしっくりで折り目でいくはいはいまあそれぐらいでそれで屋根用の漆喰でそうそう屋根しっくり普通のしっくりでねほら見た目何も関係ないで見た目って感じはい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 高級処置で一番できるとしたらそうなるもうそれぐらいそれじゃなくなると全部もう塗り替えみたいなほんまはだからあんましひどかったらもう交換になってしまう瓦の乗ってる屋根を軽い金属の屋根に変えたら重めで押さえつけてる家とかこの家がねもう軽くなってしまったら風吹いたらめちゃめちゃ揺れる多分今回台風もろ当たるから多分相当揺れると思う相当やばいであればへえ。ある程度対策はそこでも飛ばんように対策してもらったらこれんとこ片付けたら。あのフォースは淡路かなりああ。破綻タイプだから単純に軽くすればいいわけじゃないですそうそうね軽くしたらもう家めっちゃ見れるこういう土壁とかって、なんかここは残しといた方がこう耐震的にはいいよとか、特にもう壁に関しては全然ない。言い出したらきりないけどあー中に抜きが入っとるからはいはい。あったらええなっていうぐらいかなああ。こういうのとかってもう全部取とっても大丈夫大丈夫問題ないこれを3メーターのぐらいの周りやったらどっかの壁さえ残っといてくれたらあこの辺とかをもう壁を全部取ろうっていうのはまずいですかこれ取ってもかもこれやったら取れるとこの辺とか取ってもらってもいいし結構だから家の間仕切り多いじゃんはいあ本当にだからこれ取ったぐらいでなんとかなるっていうううん2階今平屋っていうのもあるしはいあ。はいはい。やっぱり2階乗ってたら2階の揺れと1階の揺れが別になってくるから揺れがすごい地震かなんかで何回か揺れとると思うけどはいはい今2階の落ちてない浮いてないうん、確かにポロポロしたりとかはないね。そうだねそういうのはないですね綺麗な土壁でこれでやっていくよく見るんですけどああいうこう土壁が痩せてきてこう外が見えるんですよはいああいうのってこうなんかよくこう発泡のスプレーみたいなのでこう隙間埋めたりとかみんなおらんでるあそうですかそれで体感で何度変わるって言われたら多分変わらへんの分からへんあそうなんです隙間風を止めることはできるけどはいはいあ虫とかが入るのが嫌でそれで埋めたいなと思ったんですけどその辺は別に問題はないんです虫がすごくていやいやほらもう虫が逃げられへん虫が逃げられへんよ甘いよそんなの無理そうサッシが全部やり替えなあかんねんサッシもまあやり替えたいのはやり替えたいなとは思うけど別にその埋めてもなんか問題が起こるとかはないないけどまあ意味あるかってやると微妙っていうこと俺的には微妙やろそんなんやったらもうほんま内側にもう一個壁作って箱みたいにしてギチギチに
気密かと気密してもらった方が中をしっかりそうこの中にもう一個箱作るぐらいの気持ちでいった方がカチッとする。あと天井を、今までは、だいたい2400ぐらいの高さにしてきたんですよ、他の2部屋が。で大体それだったら、梁よりちょっと下に入るんで、梁の上にこう木を渡して、そこからこう吊るして、組んでいってたんですけど、今回ちょっと高さを上げたくて、ってなったらこう多分梁より上になるし、かつ多分この屋根の勾配がこうちょっと出てくるかなと思って、この辺の針出したいんだ。出したいわけじゃなくて高さを高くしたいって感じやり方がちょっと分かんなくて、こっちのまず壁を立ち上げて、壁をとにかくまっすぐな立ち上げて、それに壁ばっか先行くんだよね。だから壁に隅ポーンって打てるから、それの隅にまっすぐな木を沿わしていくから、必然的にしやすいですね。先にこの状態で天井先しやしたら、どこに打っていいか分からへんやし、どこやしみたいな。だからもう先に真っ平らな壁を立ち上げてしまう。先に壁を作って壁にこう立てかけるような。壁にだからもう一回斜めに隅ポーンってで、それに木を一本沿わしていったら、それをつなぐだけで斜めにいっていくから、そこでつないでいったら。例えばですけど、ある程度斜めで途中からまっすぐとかって難しいです。それはだからその場合やったら、天井の壁をまず立ち上げといて、一番高いところの天井を下げしてしまう。それにはもうつなげるだけです。そっかつなげればいいだけか。どこでもいいからポンって隅打って、斜めに隅打って、あとはもう両端に木沿わしたら、もうそれにあと糸でも張ったらまっすぐなんで、まっすぐな木を入れていって止めていったら止まる。あとはちょっと雲水斜めに雲水みたいに抜きでもいいから、こんな入ってる抜きこれを斜めにこう入れてくれたら、それはもう釘でバンバンって打つだけでいいから。なるほど。こんな抜きの杉の抜きってやつがあるから、薄いやつ、それでいいから、そこからに斜めにこうそれだけでもやってプラスみたいになるから。なるほど。やっぱりちゃうから。斜めにこういうのがまずね、胸に対してこういうふうにこの抜きを入れてくれるとか、こっちの部分。こっちの胸通りとかこういう通りでも一本も入ってへんから、多分こういう揺れには多分めちゃめちゃいい揺れると思う。この薄い木やったら、こんなちょっと歪んどっても打ち付けられるし、ちょっと適度にしなるから、あんま太かったらもうガチガチ固まってしまうから。ほんならもう大きい地震から瓦全部ドーンとずっともうあんまりやりすぎたら。こっち向きでこう抜きを何本かこのもやの通りでね、もやの向きで入れるのと、こう斜めに入れてもらったら、それはああいう感じで穴開けて、穴開けたらもう横にポンと打つだけ打ち込んで、もう見せれへんやつやで。この他にもたくさんのことを教えていただきました。本当にありがとうございました。いや、終わりました。いやー、すごい楽しかったって言い方あれやけど、楽しかった。いやー、やっぱりめっちゃ勉強になるな。本当にいい人だったね。いや、本当にいやー、こんなね、わざわざ来ていただいて相談できるっていうこともすごいですけど、本当にね、話してて気さくな方で、もう前々からチャンネル見させてもらってましたけど、なんかこうますます好きになったというか、そうだね、ファンになったというかね、本当にいい時間だったね。どうしたらいいんだろうっていうこう不安な気持ちとかがあったけど、すごいこうちょっとこう晴れたというかね。やっぱね、素人の私たちだったらさ、なんか変にさ、これ聞くのも失礼かなっていうこともあるじゃん。当たり前なことを聞くみたいな。そうやな。それでも全然もう気軽に答えてくれて、でもすごい分かりやすくも教えてくださったし、一番気になってたそのキッチンの場所の柱とかね、そこがちょっと気がかりだったところが晴れたから、これで頑張っていけそうかな。なので作業を続行していきたいと思います。じゃあ早速解体していきたいところなんですけど、実は今週末ちょっと台風が接近してきてると。結構直撃な感じだよね。そう、台風対策を急遽しようと思います。
そうだね、ね本当は土壁解体したかったんですけど、うんちょっとそれどころじゃないかもしれないので、ちょっといろいろもろもろ対策。そうだね、ちょっと解体した材料とかが外にバラバラに置いてあったりするからちょっと片付けて、台風にちょっと備えて準備していこうと思います。はい、はい、次こそは壁の解体をお届けできるかと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。皆様も台風にはくれぐれもお気をつけください。それでは。